これから最近ちょっと話題の韓国と北朝鮮の国境へ向かいます。場所は韓国のキンポ市にあるエギボン展望台です。なぜ話題になっているのかというと、今回紹介するエギボン展望台に最近アメリカのコーヒーチェーンスターバックスが出店し、ここの店舗が世界で一番北朝鮮に近いスタバということで話題になりました。エギボン展望台は国境となる川を挟んで約 1.4 キロしか北朝鮮と離れておらず、間には非武装地帯や緩衝地帯がありません。肉眼で北朝鮮を間近に見れる数少ない展望台です。この場所に北朝鮮が敵対する西側諸国資本の代表みたいなお店が自国の目と鼻の先にわざわざ出店してきたという政治的要素ありありの現象に話題を集め、それにつられた私も北朝鮮を眺めながらコーヒーを飲みに行きたくなったので向かいます。今回エギボン展望台へは私は初めて行くので、行き方などの皆様にシェアできればと思います。まずは中部国際空港セントレアからインチョンへ移動します。せっかくなので今回はアシアナ航空を利用してインチョン空港へ向かいます。アシアナ航空は韓国を代表するフラッグキャリアで、日本人にも馴染みがある航空会社です。しかし経営が悪化し、同じく韓国のフラッグキャリアである大韓航空に吸収合併されることが決まっています。最新のニュースによると、ここ2年以内にはアシアナ航空は消滅し、大韓航空に全て置き換わるそうなので、名残惜しい気持ちを胸に今回は選びました。割と安かったので短い区間ではありますが、ビジネスクラスを選びました。このフライトについては後日詳しく動画を出そうと思っています。今ちょうど私が乗るアシアナの330が降りてきましたね。ご搭乗されるすべてのお客様のパスポートとご搭乗券の再確認をさせていただきます。스타라이언스 아시아나항공에서 탑승안내 말씀드리겠습니다. 아시아나항공 1210 ANA696 보안 기준에 따라 항공기상 안녕하십니까. 안녕하십니까. 감사합니다. こんな感じですね。こんな感じの座席です。十分広いね。Ladies and gentlemen, welcome to Asiana Airlines Flight 121 bound for Seoul Incheon International Airport.セントレアからソウルインチョン空港までは1時間45分のフライトです。快適すぎるシートと美味しい機内食であっという間に時間が過ぎてしまいます。この区間なら普段私は LCC を多く使うのですが、短距離国際線のビジネスクラスもコスパが良ければこれはこれでありだなと最近思っています。機内食はコリアンスタイルを選択し、メインは牛カルビチムでした。煮込まれた牛肉が大変美味しかったです。あっという間にインチョン空港へ到着です。서울 인천 국제공항에 도착했습니다. 감사합니다.それではインチョン空港へ到着しました。今回はソウル市内へは行かず、このままエギボン展望台に向かいます。ちょっとその前に寄り道をします。パラダイスシティ来てしまいました。ということはカジノ行きます。それでは3ヶ月ぶりぐらいにパラダイスシティ来ました。
ちょっと勝負してきます。カジノの結果は出てきた後の私の顔で判断してください。それでは行ってきます。それではカジノ行ってきました。よし、マスクしてたから顔わかんないかもしれないけど、めちゃくちゃ嬉しい。やばい、運が来てますね。大勝ちしてしまった。やっぱり相性いいですね。多分1回ぐらいしかパラダイスカジノで負けたことないかもしれない。今年は5、6回は来てると思いますけどね。まあ神様が味方してくれたんでしょう。ありがたくいただきます。カジノで勝って浮かれていますが、神様はこの後この男には味方をしてくれませんでした。壮絶なラストを迎えることになるとはまだ知る由もありません。それではエギボン展望台へ移動します。まずは空港鉄道 ALEX で金浦空港駅に向かいます。まもなくケアン駅です。この先の金浦空港駅で金浦ゴールドラインという金浦市内を走る地下鉄に乗り換えます。その後路線バスでエギボン展望台へ向かいます。そもそもこの企画は非常に馬鹿げています。スタバなんか日本にもたくさんあるし、わざわざ飛行機代やホテル代をかけて北朝鮮に近い場所にコーヒーを飲みに行く必要があるのかと、そうおっしゃられる中高年の視聴者様がおられそうなので先に言っておきます。それはおっしゃる通りです。その無駄さ加減というか、バカすぎると思われることを実践するのが私の仕事です。というか、そういう風に自分に言い聞かせて頑張っています。カジノで先ほど勝ったので本気で撮影をやめてもう日本に帰ろうかなと正直迷いましたが、国境ロマンを忘れてはいけないと思い行くことにしました。今回初めて金浦ゴールドラインに乗りましたが、完全無人運転の地下鉄なんですね。この地下鉄でウニャン駅まで移動します。そこからバスに乗る予定です。初めて金浦ゴールデンラインっていうの乗りましたけど、2両編成の完全自動運転で地下走ってるんですね。結構スピードすごい出してて、いつか地上に出るのかなと思ってるんですけど、次の私が降りるウニャン駅までまだずっと地下ですね。金浦空港駅から1,2,3,4,5つ目のこのウニャン駅で降りて、今からバスに乗り換えて、行きます。一番出口の前がバス停があるのかな。それでこちらがウニャン駅ですね。なんかお店いっぱいあるわ。若干ローカル感ありますね。間違えました。もう一駅先の駅で降りないといけなかった。もう一回乗ります。未だに韓国のこのマップアプリがうまくね理解できてない時があって、ちょいちょいミスります。それで今チャンギ駅という駅、先ほどの駅から一駅行ったところで、降りました。でここからバスに乗ります。チャンギ駅4番出口、その先がバス停かな。駅を出てまっすぐ行ったところにロッテリアがあって、その前の前がバス停って書いてありましたね。ロッテリアとバス停、ここだ。今日まだ何も食べてないんでめっちゃお腹空いたわ。ロッテリア
すげえ入りたい気分だけどちょっと我慢しよう。とりあえず北朝鮮が見えるスタバに行くまでは。はい、こちらのバス停ですね。101番のバスに乗るんですけども、101と102しかないんで、迷いようがないですね。次がもう101が、すぐ来ると思います。ソウル中心部とかね、街中だったら結構あるんですけど、こうやっぱローカルの方の行くバスは全部ハングルだけになっちゃうんで、日本語どころか英語もないんでね、やっぱり難しいっちゃ難しいって思う人も多いと思いますね。私も読めないんですけどね、一応翻訳ができるんで、大丈夫だと思うけど、全然バスが来ないな。間違ってるかな。よく見るとバスは50分から80分に1本しかないんだ。でも一応アプリではあと少しで来ることになってるけど、てかもう時間は過ぎたんですけど、韓国のバスはね、ローカルの方これだから大変なんですよね。あれからね、私は1時間待ちました。もう寒さの限界です。80分、長くて80分間隔なんで、あとちょっと20分ぐらい待ってもう来なかったら、もう予定時間だいぶ過ぎてると思うんですけどね、もう遅れて先に行っちゃったのかもしれないけどね。もうちょっとタクシーで行きます。今調べたらウーバーで2000円ぐらいだったんで、そんな遠くないんですよ、ここから距離は。だからもう時間がかかりすぎちゃってるんで、それをしようかなと思っております。とりあえず妥協して、もう今からウーバーで行きます。もう配車しました。あにわせよ。今ですね、検問所について入場料がかかるんですよね。でクレジットカードしか使えなくて現金はダメということで今払って、でちょっとそこは映せなかったんですけども、このおじさんがですね、俺歩いていくって言ったら乗せてあげるよっていうことで、しかもお金も取らずにちょっとこれで展望台まで送ってくれることになりました。ちょっとすいません、バタバタしてて撮影ができなかったので、今から話してね補足しようと思います。検問所に着いたらタクシーはここまでしか行けないと言われ、韓国軍の検問所の目の前で私は降ろされました。そこで立ち入り申請書を記入し、パスポートのチェックがあって、その審査が OK であればその書類を持って窓口に並び、入場料3000ウォンを払うシステムとなってました。この支払いがちょっと複雑というかめんどくさくて、現金がダメだったんですよね。韓国で発行されたクレジットカードのみという縛りがありまして、私は一応ワオパスを持っていたので支払うことができました。日本で発行されたクレジットカードは支払いができないので、かなり難易度が高い気がします。やはりワオパスは大事だなと思いました。皆さんもぜひ持った方がいいです。検問所より先は自家用車か歩きかで行く2パターンしか選択肢がなくて、自分は歩いていくと検問所の係員の方に申し出たところ、結構な山道で1時間はかかるよと言われてしまいました。どうしようかなと悩んでいたら、その方がなんと車で来ている韓国人の方に、こいつをついでに乗せてくれないかみたいな感じで、なんかいろんな人に聞いてくれたみたいで、それで優しそうな韓国人ご夫婦の方の車で私も一緒に山頂に運んでいただけることになりました。自分からね頼んだわけでもないのに、そういう風に優しくしていただいて、マジでね泣きそうになりました。もちろん私が日本人だということを分かった上でここまでね優しくしていただいたんで、本当に感謝しかないです。最近自分はね本当に人に恵まれてるなと思います。ゴミの香り。ということで到着しました。こちらが展望台です。本当にありがたいことに人に私は恵まれるんで、全然知らない人の車で乗り合いで、ね、歩くと大変だからって言って乗せてくれました。こんな感じで各国の国旗が掲げられてますけど、
韓国はね、西側の一員だというのを多分誇示するために、やってるんだと思いますけど、日本の国旗はありません。だいぶね、山の上登ってきて、さっきのおっちゃんの話だと、行きがね、すごい大変だから、行きは誰かに頼んで乗った方がいいよっていうので案内してくれたんですよ。で、帰りはね、ずっと下り坂なんで、歩いて行けると思うっていう話だった。20分あれば、検問所に戻ってこれるって言われたんで、帰りは歩こうと思います。穴場感ありますね。この建物の中にスタバがあるのかな。これは普通のカフェですね。北朝鮮が見えるカフェなんかな。施設の中めちゃくちゃ綺麗ですね。おしゃれです。KTX の VR なんちゃらがありますね。なんか今 KTX の VR の施設があったんですけど、有料でね、でお金払ってやろうかと思ったんですけど、今壊れてるらしいです。はい。なんで体験できなかった。ようやく分かりました。ここも施設の一つなんですけど、あっちのね、山の上にあるところが展望台のメインのところみたいで、だいぶ登っていかないといけないみたいですね。それじゃあ展望台行かないと来た意味ないんで、行きましょう。結構歩くな。すごい運動になるな。すごい、こんな吊り橋なんだ。これガチの吊り橋ですね。下が透けて見えるわ。なんでわざわざ吊り橋にしたんだろう。先日のね、三国国境、中国側のね、展望台はちょっと別としても、韓国側ですね。韓国側の北朝鮮との国境の展望台、カンファド・オドゥ山。で、これ今回私3カ所目になるのかな、韓国で。一番広いかもしれない。あと、施設が超綺麗。こだわってる感がありますね。だからスタバ作ったのかな。展望台シリーズあるあるなんですけど、天気が悪いと最悪なんですよね。やっぱ冬の方が晴れ率高いから、冬の方がいいですね。なかなか眺望が綺麗ですね。こっちは韓国ですね。上の方に上がってきたら、なんかイベント会場みたいな、コンサートができそうなスペースとかもあるんだ。だいぶ登ってきたんですけど、見えました。スタバのマークありますね。あからさまにこんな風に堂々とあるんだね。見せつけるかのように北朝鮮に。あれ嘘でしょ。なんか工事みたいにやってんだけど、スタバマジ今日やってないのかな。でも明かりはついてるけどな。俺マジこういうの多いんだ。マジマジか。ちょっと残念すぎる秘宝です。なんと今日臨時休業だそうです。知らないよ。このためにね、北朝鮮に一番近いスターバックス来たのに、まさかのなんか改装工事みたいなのやってるわ。昨日来たら入れたのかな。うわー、くそー。皆さんのね、画面に広がってるこの景色、すべて北朝鮮です。めちゃくちゃ綺麗に見えるじゃん。これ全部北朝鮮ですよ。でもやっぱ距離はこの前のね、中国の三国国境の方が近かったかな。こちらが韓国で、もうこの距離なんですよ。ちょっとオートフォーカスかかっちゃうけど、はい、めっちゃ近いね。これしか離れてないんだ、北朝鮮と韓国って。ここなんか超近いもんね。ここ天気がいいから抜群に見えますね。街が、街といってももうこういう感じですけど、これ最大アップですね。これが北朝鮮の街です。こんな感じですね。ちょっとアップにすると手ぶれになっちゃうんで、これぐらいが限界かな。何にもないですね。まあでも展望台、なんか監視する場所とかありますかね。
非常に悔やまれますね。まさか今日だけ改装してるとは絶対に分かんないな。いやー、ショックだな。まあでも北朝鮮こんだけ近く見れるね、展望台、オドゥ山とかね、あとカンファダより近いんじゃないかな。そんな風に感じました。あと綺麗ですね。あと人が少ない。こっちの方がゆっくり見れそうですね。オドゥ山とか行くの遠かったもんな、カンファドも。それよりもやっぱキンポ市なんで近いっていうのも利点ですね。はい、下はこんな感じで、展示スペースって感じですかね。お店とかはないですわ。テーブルとかはあるけど、こんな感じです。北朝鮮から一番近いスターバックスでコーヒーを飲むことはできませんでした。なので北朝鮮から一番近い場所でミルキスを飲みます。ということで、こんな感じで金浦市にあるエギボン平和公園の展望台ですね。北朝鮮が見える。今回私がここにね来た理由っていうのが、北朝鮮から一番近いスターバックスでねコーヒーを飲んで、しかも北朝鮮を見ながら飲むっていうのがね目的だったんですけど、まさかの今日だけ臨時休業それも含めて自分なのかなって思いますけどね。大体私名所行くとお休みとかね改装中多いですし、ここもそれだったっていうのでね、狙ってきてるわけじゃないですからね。でもやることは一緒なんで、コーヒー飲むかどうかの差なんでね、この展望台に来て北朝鮮見れたんで、はい、よしとしましょう。ちょっと山を下ります。それでなんと帰り道で行きに私を山頂まで運んでくれたご夫婦が私をね待っててくれたんですよ。帰りは自力で下山するつもりだったので、自分でねもう歩いていくと言ったんですけど、寒いし歩くと大変だから乗っていきなさいとおっしゃってくれて、もう心がね張り裂けそうになりました。本当にね良い方でした。山頂でスタバのコーヒーで温まることはできなかったんですが、人の優しさで心が温まりました。そしてその後は検問所で再びチェックが行われ、私はそのまま検問所で降りました。そこでご夫婦さんとお別れをし、私はタクシーで町へ戻ることにします。キンポ市のチャンギという町まで戻ってきました。シンガポールのチャンギと同じ発音です。だいぶ歩いたのでお腹が空きました。良さそうなお店を見つけました。たまたま目の前に韓国式の炭火焼きうなぎ屋さんがあったので、ここでお昼を食べることにしました。以前に何度か韓国式のうなぎ屋さんへチャレンジしたのですが、お一人様はお断りだと言われ、門前払いを食らっていましたが、今回のお店はうなぎの代金を払えば一人でもいいよと言われたので、1匹5万ウォンを先払いして入店できました。買ったうなぎをおばちゃんに渡すと全部やってくれるスタイルで、サラダやサンチュ、キムチなどおかずはセルフで食べ放題でした。生のうなぎをそのまま焼くのかと思ったんですけど、一回蒸されて出てきてますね。レジでうなぎを買ってからお金を払ってからやるっていう感じですね。外はもう雪が降ってます。今回初めて韓国式の炭火焼きうなぎを食べましたが、うなぎ自体はめちゃくちゃ美味しいです。
ただ味付けのタレが日本のかば焼きのタレではなく、たこ焼きとか焼きそばとかお好み焼きに使うようなソースみたいな味で、正直微妙かなという感じでした。ソースより白焼きにサムジャンやニンニク、玉ねぎなどを巻いてサンチュで最後一緒に食べる方が個人的には美味しいなと思いました。視聴者の方で美味しいうなぎ屋さんをご存知の方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。今回の動画はこれで終わりです。エギボン展望台で北朝鮮を見ながらスタバは飲めなかったんですが、十分楽しかったんでもう満足です。皆さんもぜひ興味のある方は行ってみてください。最後に今韓国で流行っているドバイチョコを買ってみました。最近はもう下火らしいんですが、気になったので買いました。一つ食べてみましたが、個人的に全然美味しくなかったです。ただ高いだけのチョコって感じで、4つで22,000ウォンもしましたね。気になった方は自分で検索してみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。